こんにちは。こんにちは。シュガーケーンディレクターの福富さん。シュガーケーン福富です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日も急な呼び出しで、また進展があったんですか。ご多忙の中申し訳ないです。はい。今回4回目の動画になるんですけども、はい。SCSC の第2弾1942モデルがはい。とうとう発売決定になったので、お、決定ですか。はい。順調でしたね。なんとかいや、なんかもっとすごいご苦労されてたんで、伸びちゃうかなぐらいには思ってたんですけれども、はい。おかげさまで。で、今日は製品の中から1本持ってこれたので、ほう。前回、2回目の時にはい1942モデルは一度紹介してるんですけども、はい。足りなかった分とはいおさらいも含めて、発売前にもう一度しっかり、前回の時はサンプルはい途中段階のものでしたからね、はい、今回はもう最終版と最終版ですいうことですよね。はい、なんで皆さんに見ていただいて、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お待たせしました。こちらが1942モデルの製品版ですね。もうこの状態で店頭に並ぶものということでいいですね。フラッシュまで全部ちゃんと製品版がついてると。でまず1942モデルとは何かと、ここでもう一度おさらいを。1942っていう通り1942年、その中でも前期のモデルになるんですけれども、1942年の4月から8月までのわずか4ヶ月間のみ生産されたモデルになります。なぜその4ヶ月かって特定できるかというと、まず1942年の4月にパーツに銅が使えなくなるんですね。パーツに銅、リベットなんかですよね。なので、隠しリベットがまず鉄製になります。8月からはデザインにも規制が入って、例えばコインポケットや股リベットの部分のリベットが削除されたり、あとは何といってもこのバック新地バッグ、これも取っ払われてしまいます。なくなっちゃうわけですね。で8月からはもうその生地と、金属、あと糸の節約、削減でいわゆる皆さんもご存知の対戦モデルになるんですけども、その手前の、ただ戦前モデルと明らかに違うのが、先ほど言った隠しリベットと、あと何といってもこの生地、触ってもらえますですね。こうザラザラした感じですね。一見穏やかに見えるんですけども、かなり特殊な生地なので、そうですね。見た目だと結構フラットに見えちゃいますけれども、触るとザラザラ。で今回この生地を織る前の糸の状態ですとか、あと前に一緒に工場行った時にロープ染色だったと思いますけども、その縦糸のロープの状態ですとか、その辺を交えながら、ちょっと生地になっていくプロセスと見ていただきたいと思います。お願いします。こちらが1942モデルに使っている縦糸。染める前の糸ですね。で、今回これは、1945モデルの別のものなんですけど、見てもらうと非常に全然キャラの違う糸だった。これ染める前の糸を僕こういう形で見るのが生まれて初めてなんです。一本一本がこんなに明確に違うんですね。で1942年はまだ開戦直後ということもあって、比較的物資がまだあったものですから、これぐらいの村で住んでるんですけども、まだこっちの方が品質が当時の目線で見ると品質が良かった頃、綿の繊維長も少し長かったり、なんか割と安定したと言っても、村はありますが、現代のレベルでいくととてつもない村なんですけども、45年に比べればまだ比較的穏やかだった。これは明らかですね。すごいですわこれ。
でこれ42年の A と B とありますよね。はい、これはどういうあれなんですか？一応綿から選別して、それから糸にするときに、糸の形状をヴィンテージと照らし合わせるのに2つ候補を出して、なので実際製品で使っているのはこの A の方になります。これがこの生地のこの糸段階で2種類紡績されて、それを見て選んでると。はい、でこれはもう完全没、そうです、作ったけど没にしちゃった。実は綿をピックする時にも、もうこの他にももっと種類があって、候補あるんです。これ決勝戦まで残った2つが A と B で、で優勝したわけですね。もうヴィンテージに一番近いという視点で、はは、それがこの1942の A とこれですね。はあ、すっごい手間のかかることやるわけですね。でそれぞれちょっとロープ染色した候補も持ってきてるんで、こちらがロープ染色した糸なんですけれども、こちらが1942の糸。一応 A と B ってあるのはこれも、本当に見た目で分かんないかもしれないんですけども、ビーカー的な2色試してるんです。これとこれは違う色なんです。言われてみればという違いですね。カメラじゃ絶対無理だと思うんですけど、分かんないかもしれないですけどね。ただ1942の方は赤みを帯びた紫っぽい、1945の方はちょっと黒ずんだ黒っぽいというのは伝わるかなと。それぞれ濃度の違いがあるわけですね。あとは若干その不純物ですとか、糸を精錬って言って糸を染めるのに処理するんですけども、その処理の甘さだとかそういったところで色の差が出てきたりっていうのが。でこれ最終的にどっちになるんですか？これも A の方が最終的に残ったタイプ。ということはこのジーンズに使われている縦糸はこちら。随分色味違いますね。結局、生地っていうのが縦糸と横糸で構成されているので、横糸の影響っていうのもあるんです。横糸っていうのはこう裏から見える白い方の糸ですね。厳密には7割縦糸、こちらから見た時に3割その横糸が影響してるんですけども、それでこの濃さがちょっとマイルドなデニムの色に変わっていると、そういうことなんですね。で、その横糸なんですけれども、横糸も3種類と用意して折ってみた。候補が3種類あった。こちらの方が分かりやすいと思うのでそれも持ってきます。これは分かりやすいと思います。ちょっとこれが1番、1942の1番の生地。これが2番。微妙。2番の生地で3番。でこちらは縦糸はすべてこの A。こちらすべてこれを使ってる。けれども横糸の違いで、ただ外側はあまり分かんないかもしれないですけど、このペロッとしたところを見ていただくと裏はもう全然違いますよね。確かにこの裏地の茶、ちょっとこれ茶っぽい雰囲気に見えてます。茶というかベージュというか、真っ白な感じですね。これが中間ぐらいで、今回はこちらの3番、これが最終的に勝ち残った生地、一番ヴィンテージに近かったっていうことで、こちらの生地を本番でこちらになるわけですね。これ横糸もそれぞれ違うものを用意して一回機械にかけて全部サンプルを折ってるわけですよね。糸も全部種類を作り、比べて決めて、すごいですね。ここにたどり着くまでの労力が。通常のプロジェクトだとなかなかそこまでやっぱりそういうものなんですね。この SCSC のシリーズだけに許された手間のかけ方というか、もちろん今までの経験値っていうのがあるんで、それがなかったらもっと膨大なものからサンプルバーッと作んなきゃいけなくなっちゃう、そういうことなんですね。糸ができました、染めました、で折る前に、縦糸が何本横糸が何本っていう
はい。縦糸横糸、はい、はい、通常1インチあたりで60、縦糸が60何本で、横糸が40何本ってあるんですけども、それを測るちょっとプロの道具があるんで、ルーペっていうものを、はい、ルーペですね、この虫眼鏡。はい。一応生地用のルーペっていうのがこういうのがありまして、専用の、それプロの道具なわけですか。はい。ほう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 。でこうやって見ると、拡大したものが見れるわけですよね。見ていただけます？お、このメモリは何ですか？全部で1インチ四方あるんです。1インチ四方を測るメモリ。はい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 。それで縦糸と横糸を地道に数えて、これ数えるんですか実際？もちろん、はい。ほう。でその本数が少し違うだけでも、打ち込みとか本数も変わってきちゃうんで。じゃあこれ元になってるヴィンテージも数え、これが同じかっていうのを確認してる。元になった方を数えて、それに合わせて折ってるんです。すごいことやってますね。なんで、今回分析した結果、通常よりもちょっとヘビーな 14.25 オンスだったわけですね。通常この時代だと13とか 13.5 オンスとかが主流なんですけども、こちらに関しては割とちょっと打ち込みがしっかりした、そういうところもこういったルーペで分析して分かることが。そんなことしてたんですね。それはすごい。へー。では続いて、もう一つの生地。もう一つの生地。ポケットのスレキ。この袋地ですね。この白い、ここですね。こちらもセルビッチ付きでシャトルで折ってるので、そこまでこちらも紹介させてください。見えない部分なんですけどね、それ。こちらの袋地なんですが、底の部分にセルビッチ、耳がついてますね。実際ヴィンテージにはセルビッチを使ってたり使ってなかったり、あと横地だったり縦地だったり、結構その辺ランダムなんですね。そこはうちの方で確実に耳を入れるっていうふうには今回やってます。じゃあもう全モデル、この1942を買うと、セルビッチが見える。右も左も。もう好きな人にはたまらないやつですからね、これ。あとですね、こう見ただけではないんですが、めくると、前にもちらっとあった謎のありましたね。スタンプの番号。前回の作品の時にもありましたね。こちらが40年代から60年代ぐらいまで押されてることが多いんですけども、ちょっとデッドストックの画像をいくつか持ってきたので、本当に脈絡のない謎の分数まで出てきてますよ、これ。で40年代中期ぐらいまではこういったブルースタンプが多いです。で、ブラックのスタンプ。本当だ。インクが変わってる。掛け算割り算、あと分数、あとアルファベット。アルファベット入ってるのもありますね。本当に脈絡ないんですけども、おそらくこれは、サイズとかっていうのではなくて、裁断した時のロットナンバーと思われます。昔僕アメリカ行った時に、裁断の現場とか見てきたんですけども、だいたい72枚重ねて、一度にスコーンとノコギリで切るんですね。おそらくその72枚は同じ番号がついてて、その次にカットしたものは次のナンバーがついてっていう、そんな管理がされてたわけですね。このスタンプ、この製品版についてるスタンプも、書体だったりも、やっぱり元にしたヴィンテージに基づいてというか準じたものをわざわざスタンプ作ってるわけですね。しかもこのステッチワークもちょっと乱暴なステッチワークですよね。これもあえて当時っぽさを出すために。なんで袋地も
生地もスタンプもステッチワークもこういったところまで細かい、はい、すごいな。突き詰めていいじゃんって俺だったら思っちゃいそうだもんな。すごいですねやっぱりね。ここまでやってそこから先やらないとか、だったらやるかやらないかで、やらないならやらない、やるならやる、もうでやるを選んだと、はい、素晴らしい。はい、ありがとうございます。続いてパーツですね、はい、パーツもいろいろありますもんね。はい、でまず最大の特徴のこの黒バックル。黒バックルというと、この後ろのシッチバックですね。はい、はい、こちらでこちらも金型から作ってるんですが、はい、一番苦労したのがメッキなんです。もうこれ専用の金型ですよね。はい、1942モデルのためだけに使う金型を作って、さらにそれに合うメッキを行われていると。なかなか微妙な色で、確かに、はい、でこれ多分初めて見られてると思います。展示会サンプルの時は全然別のものだった。あ、そうですか。はい。ほで展示会サンプルの時が今ここに4つ持ってきてるんですけども、はい、こちらです。1番微妙な違いですけど、ちょっとマットなのかな。ね、はいはい。で続いてこれじゃダメだということで2番。まあ微妙ですけど、同じ黒ですけれどもちょっと光沢が出てますよね。はいはい。これも納得はいかない。もちろん、はい。で3番、かなり寄ってはきたんですけど、寄ってますね。はい。若干色味が違うんですね。はい、でこれが同じものですね。最終は。はい。こんなに作るんですね。一つ作るのにも。はい。もう一発でまあいいかなこれでっていうわけには福富さん的にはいかなかったと。はい。すごいな。であればそんな金型もいくつもこしらえてやんないと、はい、どっか売ってるものを拾ってくればいいだけの話なんで、作るんだったらもう徹底して。はい。今回もこのバックル1個作るのに、金型も5、6個は使って、このパーツ1個で金型5、6個必要なんですね。はい、プレスするのにと、あと針を曲げるのにとか、あとはここのちょぼっていう、はいこの金型作るのもすごい大変だって聞いたことあるんですけれども、はい、すごいですね。徹底してますね。まあ1万も2万も、このバックルを作れば金型は消化できると思うんですけども、そんなでもなくこれ専用なので。そうですよね。他に流用できないわけですからね。でしかも、そのこしらえたパーツを一つ一つ手作業で組み立てて、これはそっか、一個一個が分かれちゃうってことは、組み上げる作業が必要なんですね。はい、そういうことか。全部手作業で。はい、とんでもないですね。ちょっと主流の工程とは逆行して、もう SCSC ならではのやり方ということですね。これはこだわり抜いてやらせていただいてます。すごいですねこれは。本当徹底してますね、その辺は。では続いてボタンリベット。はい、ボタンリベットはいろいろありますよね。ボタンと、まずはフロントですか。対戦モデルの初期なので、まだドーナツボタンとかではないです。そっか、いわゆる対戦モデルというと月桂樹ボタンのドーナツボタンとかっていうなんかイメージが刷り込まれちゃってる部分はあるんですけど、汎用品を使うとかではなく、まだロゴ入りのボタンなんですけども、このフィニッシュにしても、ヴィンテージを再現するのに結構苦労して、この42モデル専用に作った色目になります。この擦れる部分は割と光沢があるんですけど、ここ中央ですかね。中央だけ光ってますね。このくぼんだ部分は
ちょっと鈍い光っていうそういったところも忠実に再現してますね。これ色味だけじゃなくて、その擦れた感じまで時の雰囲気まで再現するわけですね。あとデッドストックとはいえ、80年経過したものがベースだったので、多少酸化とかもしているので、そういった部分も再現されていると。あとこの裏側のパーツもですね、結構珍しいです。カパーフィニッシュっていうのが。カパーフィニッシュ、つまり銅メッキみたいなものですかね。通常はこのボタンと同じようなニッケルの色してると思うんですけども、42モデルにはもうこの色だったので再現してますね。あと銅リベットが刻印入りのものを使用してます。これは表から見るとこの部分ですね。の裏側刻印打ってあって、あとこの1942モデルから採用された鉄リベット、このぽっこりしたこのポケットの角をここですよね。止めているもの、外からは見えないいわゆる隠しリベット。確かに他とは違いますもんね、これリベットとしても。で前回1942モデルの回でも紹介したんですけども、見えない部分、表側はこういった UFO リベットの形してますね。つるんとしてますね。でこの1942モデルから、その前のモデルまではこういった銅リベットをここの部分にも使用してたんですけども、1942モデルからはこの専用の鉄リベットを採用してます。隠しリベットのためだけのリベット。でルーペに続いて磁石があるので、また道具が出てきましたね。ここは鉄、隠しリベットは鉄ですと。で他のリベットは、まだ銅がものを使用してますと。これね、勘違いされちゃうとあれですけど、色を見ていや銅じゃないかって思う人もいるかもしれないですけど、銅はメッキですね。メッキですからね。という意味ではこちらもそうですね。鉄なのでフロントのボタンも鉄ですね。トップとフライ、サイズも違うんですけども、それぞれ全部鉄材で作ってると。あと一個質問で時々あるんですけども、こちらの裏の部分、股のところですね。ここが切りっぱなしになっているのが、対戦モデルの特徴と思われてるんですけども、実はその対戦モデルまではずっと切りっぱなしだったんですね。対戦モデルになる前ってことですか。で対戦モデルの後からは、ここもこう折り曲げられるようになったんですけども、ここ結構不安だなって思われる方がいらっしゃるんですね。切りっぱなしなので。ただここはすごく理にかなってるっていうところも、ちょっとこのついでなんで説明させてください。1942モデルも、それ以前のモデルも、みんなここが切られてたと、切りっぱなしだったということなんですね。で縫製前の裁断物をちょっと用意してあるので、こちらですね。確かにここの、ごめんなさい。ここのフライの裏ボソボソするじゃないですか。それはやっぱりこの縦地に近いのですごく裁断した段階でボソボソしてますね。で触れば触るほどほどけていくんで危ないんですけど、この股の部分っていうのが、バイアス斜めになってるので、カーブしてるとこですよね。なのでここってそんなにこつれない出てきてないですね。それを当時も分かってたわけですね。だからあえてそこの工程は、そこまでケアしなくてもっていう。そういう意味で理にかなってるということなんですね。ここ。おまけにそのバイアスっていうところが、このちっちゃい股の部分と、あとお尻の栗の部分も一緒なんです。お尻はもちろん巻いちゃってるんですけど、代わりにそのバイアスというところで、この生地の伸び率っていうのがすごく縦横に比べてバイアスっていうのはストレッチが
あるんです。へえ、デニムでも。はい、はい。そういった部分でもそのバイアスっていうところがすごく合理的に使われている場所なので、なんでまずその切りっぱなしでもそんなに心配する必要はないっていうところと、はい、まあおまけでそういったバイアスっていう部分はそういう伸縮性があるっていうところ。続いてステッチの話。ステッチ、はい。でこちらがまあ対戦の本当初期なので、対戦機っていうとオールイエローっていうふうによく言われるんですけども、まあオールイエローですよね。はい、今これも。ただこちらはオレンジを一部使ってます。まず見えるところでこの内股の油断してた。本当だ。はい、でこちらの内股のステッチは表がまあこういったシングルステッチで裏がチェーン、はい、ここもオレンジです。ああ、オレンジ、はい、見えてます見えてます。はい。あとヒップポケット、はい、ここは他の部分よりもちょっと番手が太いオレンジ。確かに。ちょっとこうそうですね。ガタッとしちゃってますけど。はい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 。こういうのも全部あれですか。その実物、ヴィンテージの実物に準じて、わざとこういうステッチにエラーを起こさせてるみたいな。はい、そこまで再現してるっていうことですね。はい。はは、すごいな。はい、あとオレンジがもう一箇所ありまして、2本針のシングルの部分、下糸がチェーンじゃないところですけども、はい、ここのヒップポケットの裏の内1本だけ。見えない見えない、これ見ない見ない。でこれと同じミシンを使っている場所が前にありまして、ここポケットの裏ですか。はい、ここもオレンジ。オレンジと黄色と、はい、しかも表は両方ともイエローなんです。イエローですよ。はい、ここ一本だけオレンジ。オレンジ。はい、それやっぱり再現しないといけないんですか。はい、すごいな。でもう一箇所この肥沃の押さえのステッチの一本。イエローオレンジ、ここですね。はい。これ確かに生産効率考えたら、はい、全部同じ糸で、はい、色でやっちゃった方が効率は高いわけですよね。はい、そうですね。で比較的丁寧な縫製に見えるんですが、まあ、この辺ちょっとガタガタしてたりっていうのはこっち側も確かに先ほどのヒップポケットのステッチワークと同様に、はい、わざと下手に縫ってもらってると。わざと下手にというか、まあ味わいのある味わいのある、はい、失礼しました、はい、わざと味わいのあるこのうねったステッチになってるというわけですね。はい、はい、味わいでいうとコインポケットもそうですね。コインポケットは2本針ではなくて、1本針でこういくんですけども、一周してるわけですね。はい、幅がちょっと均一ではなかったり、全く違いますねこれ。はい、だって逆に今日本の工場で、どんな新人の方でもこれはできないと思います。そうですよね。はい、1940年代のアメリカがここにいるわけですね。はい、そういう意味では。はあ、大変ですね。縫う方もわざとそう崩していかなきゃいけない。で縫製でいうと、ミシンピッチなんかも場所場所によって全く細かいところと広いところとってあるので、そこも全部使い分けて、全てがヴィンテージに忠実っていうことなんですね。それが、はい、すごい。でようやくこの面に。はあ、だからどれも一つでもかけたらこれにはならない。今のジーンズになっちゃうわけですね。はい、1942年のジーンズには、はい、するためにはそこまで必要だったと。これね、お手元にね、もし購入された方、はい、見ながらビデオをもう一回見てほしいですね、この動画を。そうですね。したら、はい、おお、そういうことかそういうことかってよりよくわかると思うし、はい、特にこのオレンジステッチなんて、はい、まあ、僕が行けなかったんですけど、カタログとかでも今まで一回も紹介してない、ここで初出し。はあ、そういうことなんですね。そんな面倒くさいことしたのに、はい、へえ、すごい。ようやくちょっと、胸の使いが取れました。取れたんですね。はい、あとは本当に履いてどうなるかっていうところは、
もう皆さん次第ですもんね。これ履く人次第ですからね。一番楽しめるところだと思うんですけれども、今日僕まだ履いてそんなに日が経ってないんですけど、32インチちょっとこう雰囲気出てきましたね。味が出てきてる。まだまだでもこっからですね。そうですね、まだ全然パリッパリなんで、育てないといけないやつで、あとせっかくバックシンチついてるんで、絞って履いて、ウエストもね、それでここちょっとくぼんだ部分はインディゴが落ちずにっていう、ここのエイジングも楽しめるので。そっかそっか、ここわざと絞っちゃったら、ここにも表情が出てくるわけですね。これ他の対戦モデルではできないので、シッチバックはないですからね。今回ちょっとあまり触れなかったんですけども、こういった紙物もこだわって作ってますので、このフラッシャーとか、チケットですね。いや、これはもう執念ですね。この新しいものを作る、もう全く何もないとこから新品のデザインを作るより、こうやって忠実に復刻することがいかに大変かっていうのが感じてもらいたいものですよね。ようやく、サンプルだけではなく、製品でも納得いったものが形になってきたので、店頭に並ぶわけですね。ぜひ皆さん、見ていただいて履いていただければと思います。もうおそらくいっぱい楽しめると思います。もう本当に履いて楽しむ、育てて楽しむ、しかも見て楽しむっていうのまでついてくる。夜、お酒飲みながらちょっと眺めてもらって、そうですよ。1週間経てばまたエイジングも進みますし、そうですね、確かに、飾るというよりは履いていただいて、そうですね、お楽しみいただきたいと思います。この1942モデル、SCSC の1942モデルですね、発売日等の詳細に関しましてはですね、概要欄の方に詳しく書いておきますので、そちらをご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。